大須正です。本日はですね、ディープシークからディープシークハーネスというですね、ハーネスですよね、登場していますんで、これについてお話していきたいと思います。はい、結構ね、面白い仕組みをいろいろと搭載していて、ディープシークの、ハーネスではあるんですけれども、それ以外にも僕自身はですね、オープンコード Go であったりだとか、他のね、サブスクみたいなところで、接続して使ったりっていうのを確認して、実際ね、OSS とかで共有されているので、これを元にですね、ちょっと自分なりに、ちょっとハーネス考えていくっていうのも一ついいと思いますし、紹介していきたいと思います。というところで私のチャンネルでは AI に関する最新情報や本質情報をできる限り早く、より深く、ほぼ毎日動画投稿してます。よかったらチャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。今日も動画やっていこうかなと思うんですけどね。はい。まずですね、このディープシークハーネスの、GitHub からね、アクセスして、この、ハーネス立ち上げたいなと思ったら、npx コマンドとかね、これ打ったら、スタートすることできます。事前にですね、ノードの方はインストールしていただく必要あるんですけれども、その上で、この3080番ね、アクセスしていただければと思っていて、はい、こんな感じでですね、ウェブアプリ、みたいな感じで DeepSeek ハーネスにアクセスすることができます。はい、で、まずね、特徴としてあるのが、ここに4つのモードが存在していて、スタンダードモードと PTC モードで、ミニマルモードとクリエイターモードみたいな感じであるんですけれども、基本的にはこの PTC モードっていうのと、あとはですね、スタンダードモードみたいなのを中心にはするんですけれども、はい、このスタンダードモードは普通に、AI エージェントで普通に使っていく部分での、モード、スキルズとか、ウェブサーチとか、そういうのをね、フルで使っていきたい人の、ためのモードで、PTC モードっていうのがですね、ツールを1個ずつ呼ぶんじゃなくて、モデルがですね、タイプスクリプトプログラムを1本書いて、その中でね、プログラムから並列実行していくんで、往復回数を減らしますよみたいなモードがあったりだとか、ミニマルモードみたいな感じで、バッシュと文字のね、置き換えエディターみたいなやつしか、使わせないとか、はい、っていうようなモードになっています。そのね、モードが4つぐらい、存在しているんですけども、あと権限とかもね、リードオンリーとかフルアクセスとかね、普通に無難に、存在していて、で、標準ではですね、無効化されているんですけれども、例えば、他社のですね、例えばコーデックスであったりだとかクロードコード、これをサブエージェントとして使うみたいなね、こういうやつもプラグインの中にね、存在していて、はい、ここからね、ちょっと設定とかしたりすることができるんですけれども、連携していったりする機能も実は存在してたりだとか、あとはね、このチャットをしている中でのね、やりとりみたいなのが、こんな感じで、中身をね、こっそり見ていけるんで、これ結構ね、便利やなって個人的にはちょっと思いましたね。はい。ポイントとしては、すべてがね、プラグインみたいな形で、セッションログであったりだとか、このエンジェントループとかもそうですけれどもね、こういう形で、プラグインとして、コアのエージェントループに機能を足していく設計というよりは、コアすら交換可能な、プラグインみたいな形でですね、作っていってるっていう特徴が、あります。はい。で、結構ね、アプリも綺麗ですよね。うん。でモデルに関しては、僕はね、今、DeepSeek の API キーと、OpenCode Go サブスクの API キー入れてますけれども、アッドプロバイダーとかね、していくと、こんな感じで結構いろいろあるんですよ。ZAI であったりだとか、XAI も存在していますし、オープン AI もありますし、コパイロットとかね。はい。いろいろと、一応存在しているんで、ここからですね、適用していくと、いろんなモデルが使えるようになりましたと。はい。で、初期状態ではね、言語設定は中国語になってるんで、英語に変更しておくといいかなと思います。はい。っていうところで、僕はですね、現在、オープンコードGoサブスクの、例えばミニマックス M3 とか、はい。っていう感じで設定ができるんですけどね。っていう感じでやっております。セッションからね、作成してスタートしたりすることできるんですけど。っていうところで、普通のね、ちょっとしたチャットインターフェースであるんですけれども、発想とかね、このモードであったりだとかっていうところで、ちょっと参考になる部分もあるんじゃないかなと思ってたりするんですよね。PTC モードとか、自分のハーネスの中にね、ちょっと作ってる方もいるかなとは思うんですけれども、はい。っていうので、一つ面白いなと思いつつも、これ自体がですね、破壊的に何か僕らの、生活を変えるみたいな感じではないんですけれども、はい。クロードコードとか、コーデックスみたいな完成したものを OSS 化したっていうよりは、それらのね、エージェントを自分で組むための、
まあ、ベースの部分みたいなものをですね、まあ、ディープシークがオープンソースとして出したということに、まあ、意味があったのかなっていうことは思います。まあ、ディープシークってね、なんかハーネスどうなってるんだろうみたいなね、まあ、皆さんも気になったことがあるかなと思うんですけれども、まあ、一応公式として、はい、登場しましたよということです。こういうね、雰囲気みたいなのも好きだし、まあ、面白いなとは思うんですけどね。はい。っていう感じではあります。まあ、そんな感じでですね、まあ、興味のある方はぜひ概要欄のリンクの方からディープシークハーネス見てみていただければと思います。まあ、僕はね、まあ、実際これじゃあずっと使っていくかっていうと、まあ、こういうのあったなっていうところで、まあ、PTC モードとかね、ちょっと、必要に応じて頭の中に手札としてね、持っておこうかなぐらいではあったりします。はい。あと、プラグインのね、思想とかも結構いいんで、実装どんな感じになってたかな、みたいなね、また見ることあるかもしれないですけれども、まあ、一旦はね、まあ、そういうものがあったよっていうことを皆さんにも共有しておきたいと思います。というところで、この動画が面白いなと思った方は、チャンネル登録と高評価どうぞよろしくお願いします。私はノートの方でね、メンバーシップやってて、こちらでは月に数回の勉強会であったりだとか、ノートで今日やってます。勉強会の入門者向けからハーネスエンジニアリングまで幅広くやっておりますけども、最近やったらね、もう僕結構実践値ベースで01やりまくってるんで、まあ、そこの、共有させてもらってたりだとか、スキルとかね、まあ、ミクロもマクロも両方やってるんですけど、コンテンツ系のものであったりだとか、まあ、エージェントのね、ループの、部分で深掘りでやったりだとか、まあ、いろいろと共有しています。勉強会もね、全体像をね、キャッチアップしやすい勉強会であったりだとか、まあ、過去にはね、サブエージェントを深掘りしてみたりだとか、まあ、例えばね、プロジェクト管理系の、まあ、プラグインのね、話であったりだとか、いろいろとやってたりします。興味のある方、ぜひ概要欄のリンクの方からご参加いただければと思います。というところで以上、マサオでした。